今回は物書きマイスターのエクスポート機能について紹介いたします。各読むの実機形式でのエクスポートに対応しました。例えば全4章仕立ての小説を書いたとします。この作品を各読む形式でエクスポートすることで各小説投稿サイトに投稿しやすくなります。対象の小説の親ノードを選択し右クリックします。テンプレートをクリックします。このテンプレートはあらかじめ定義したノード内容を一括で挿入できる機能です。デフォルトで各読むを用意しているのでこれを選択します。その前にテンプレートの定義を確認するためアプリケーションの設定を開きます。テンプレートタブを開きます。ここでテンプレートを自由に用意できます。例えばキャラクターテンプレートは2つのノードを挿入します。ストーリーノードは1つですがストーリー作りに役立つ内容のひな形が定義されています。そして各読むテンプレートでも決まった内容がすでに定義されています。この内容は各読むからバックアップした方はご存知の about.txt の内容です。実際の入力を当てはめるための置き換え可能な文字列が埋め込まれています。では改めてテンプレートを実行してみます。各読むを選択し OK ボタンを押します。この通り About というノードが作成されました。About ノードの内容はこうなっています。設定でも触れましたがパーセントがついた置き換え可能な文字列が埋め込まれています。これらはエクスポート時に適切な値に置き換えられます。ただし一部の項目は自分の作品に応じて書き換えることを推奨します。タイトルはエクスポートする小説のある親ノードの名前に置き換わります。作者名はご自身の名前、ペンネームを入力してください。連載状態は連載中に自動的に置き換えます。ジャンルは各小説投稿サイトに沿ったジャンルを入力してください。コピーは自分の作品の1行の説明を入力してください。
紹介文は複数行の説明を入力してください。行数はエクスポート時に自動的に保管されます。タグも自分の作品に沿ったものを入力してください。書き方は次の通りの箇条書きです。イメージカラーは作品の色を入力してください。この項目は小説投稿サイトによっては使われないかもしれません。エクスポート時には黒色が自動的に保管されます。エディタの機能によってこのように色を選択することもできます。作成日時以降はエクスポート時に自動的に内容が保管されます。目次はこれからエクスポートする各章に相当するノード名が自動的にセットされます。About.text に相当する About ノード自体は小説本文に含まれません。About ノードは各読む形式の About.text に相当するノードです。ノード名は自由に変えられますが、About.text 用に目印としてタグをつける必要があります。About ノードを右クリックし、情報メニューをクリックします。統計タブをクリックして開きます。タグ欄に About と入力してエンターキーを押します。これでこのノードが About.text 用となりました。以後このノードは自由に名前を変更しても構いません。通常各読む形式ではRubyを次のように付与するでしょう。物書きマイスターでは小説投稿サイトごとにRubyを入力する手間は不要です。本文とは別にRuby用のノードを用意しましょう。ここにRubyを振りたい単語とRubyを CSV 形式で記入します。これでRubyの準備は OK です。一つの本文で各小説投稿サイトすべてのRubyに対応可能です。Ruby はアプリケーションの設定で定義を変更できます。エクスポートタブを開きます。各小説投稿サイトごとに定義を作成できます。その中にRubyの設定があります。挿入文字列の中に1と
2という置き換え可能な文字をセットしていきます。その他お好みで最初の出現時のみ使用をオンにしておくのも良いでしょう。では実際にエクスポートしてみましょう。対象のノードはこのノードと配下の全ノードを選択します。これで選択した親ノードの子ノードが小節本文として出力されます。出力フォーマットサービスではノベルフォーマット4各読むを選択します。Ruby のあるノードでは先ほど CSV 形式で記入したノードを選択します。これで全ての章で該当する単語が出てきたときに Ruby が振られます。最後にファイル名を入力しエクスポートボタンを押します。ZIP ファイルでダウンロードが完了しました。では、先ほどエクスポートした ZIP ファイルの中身を確認しましょう。エクスプローラで ZIP ファイルを解凍します。フォルダの中身を見てみます。このように各読むでバックアップしたファイルと同じ構成になっています。about.txt の内容もこの通りすべて記入されています。目次の内容は章のタイトルがちゃんとセットされています。About ノード以外のノードが章として含まれていることがわかります。各章の本文も見てみましょう。本文前の情報もこの通り自動的に生成されます。本文もこの通り出力されました。Ruby も見てみましょう。この通り各読む形式の Ruby がセットされました。
では、実際に小説投稿サイトに各読む形式のファイルをインポートしてみます。今回試すのは iPen というサイトです。まだ AI を使うのに避ける傾向がある小説界隈で、積極的に AI を活用して小説界隈の発展に貢献しようと励む新鋭のサイトです。このサイトでは他と異なり、どこかしらに AI を活用していることが投稿の条件です。なお、私はノベルアシスタント4エディティングといって AI エージェントを宣伝してもらい、パートナー締結しています。よろしかったら概要欄からアクセスしてみてください。現スパークとジェミニのジェムで公開しています。さて、作品を投稿してみます。画面の上の方に「サイトから移行」というメニューがあります。ここで「各読む」をクリックすると移行画面に切り替わります。先ほどエクスポートした ZIP ファイルをドラッグします。ファイルを解析して次へをクリックします。連載設定を新規連載作成にします。連載設定ではタイトルやあらすじ、タグなどを確認できます。この通りAbout.txt に入力した内容が反映されているのがわかります。インポートする作品、エピソードは今回はすべて選択します。エピソードの一部だけインポートすることも可能です。必要に応じて表紙や公開設定、その他設定を確認します。事前にプレビューすることもできますが、今回はそのまま投稿します。インポート完了しました。本文を見ると、ルビが正常に反映されているのがわかります。他の小説投稿サイトの場合の例を紹介します。基本的な手順は同様です。出力フォーマット、サービス、
では、ノベルフォーマット4 Pixiv を選択します。Ruby も Pixiv 固有の記述をする手間なく、Ruby の定義をしたノードを選択するだけ済みます。唯一の注意点として、About ノードの存在です。About ノードは各読む形式以外では不要な内容です。各読む形式以外でエクスポートさせない方法を紹介します。About ノードを選択したら右クリックし、情報メニューをクリックします。情報タブにあるエクスポートオプションのチェックを外します。これでAbout ノードは各読む形式以外ではエクスポートに含まれなくなります。ではエクスポートを実行してみます。各読む形式以外ではファイル名に拡張子もつけてください。エクスポートしたファイルを開きます。Pixiv ではこのような表記をします。Ruby も見てみましょう。Ruby も記述されているのがわかります。いかがでしたでしょうか。物書きマイスターで小説を書けば、エクスポート時に各小説投稿サイト向けにエクスポートするだけで済みます。このサイトにはこの書き方、あのサイトにはあの書き方をするなどという手間がいらなくなります。AI だけじゃない、ちゃんと執筆向けのアウトラインエディタなのが物書きマイスターです。